皆さんこんにちは、シオネルです。今回はサイコロ切符の旅ということで、これからサイコロを振ります。毎年人気の企画だと思うんですけど、今回私は抽選に応募して当選しました。サイコロ切符っていうのは、サイコロを振って出た旅の目的地に新幹線、あと特急、普通車の指定席を使って往復5000円で旅に出られるっていうものですね。私はこのサイコロ切符で旅に出るのは今回初めてです。大阪から旅に出るっていうのもあんまりないんですけど、今回は富山、津山、白浜、そして博多。この4つの中からどれかが出ます。早速引いていきましょう。うわ、緊張する。すごい緊張する。めっちゃ心臓鳴ってる。あ、いきます。じゃあ、ここから。いきます。待って、弾き方がわからないんだけど、どうしたらいいんだ。思い出しました。エントリー後のメールから弾かないといけなかったですね。で、弾きました。私の希望としては、確率が一番低いので、博多が出たらめっちゃ嬉しい。津山と白浜は行ったことがないので、これも出たら嬉しい。で、富山県は最近行ったので、出ても嬉しいけど、今この場では出なくてもいいかなっていう感じです。ここから引きます。いけ！待って、そんな感じ？もう勝手に始まる感じ？じゃん、富山です。最近行ったばっかりだけど、前回行けなかったところとかもあるので、そこら辺を楽しんでいきたいなと思います。ということで、富山県に行ってきまーす。旅の出発は大阪駅から。サイコロ切符は事前発券が必須。時間帯などは自分で決めて予約しました。今回の旅は絶対に遅刻できません。そして帰りの切符も同時に発券なので、帰りは念のため遅めの列車を予約しておきました。まずはサンダーバードに乗って敦賀駅を目指します。8時40分発、サンダーバード9号敦賀行き。他のホームとは違う雰囲気がなんともおしゃれな11番線から乗車します。来ました。683系サンダーバードです。力強く入線してくる様子が旅の始まりを盛り上げてくれます。前回北陸新幹線延伸開業の前にサンダーバードに乗って金沢まで行ったのですが、その時は青っぽいシートでした。今回は青グレーのような落ち着いた印象の座席シート。大阪を出発してすぐ、都会の景色が広がります。列車の速度が上がるにつれて、日常を忘れて旅の気分が盛り上がってきますね。車内はリクライニングシートでとっても快適。まだまだ眠い。朝の移動は眠さとの戦いですが、乗り心地のいいシートだと寝るのも楽しみになります。京都を出発すると列車は湖西線へ進みます。
バード旅の見どころの一つ、琵琶湖の風景です。敦賀駅からは北陸新幹線つるぎに乗り換え、新幹線座席後方より突然こんにちはの声と拍手が響き渡り、何事かと振り返ると、海外の方々によるバスツアーのようなものが開催されていました。静かな環境が求められる車内ですが、異国の文化や賑やかな雰囲気が垣間見える瞬間に少し驚きました。金沢駅に到着すると、乗客のほとんどが降車し、貸し切り状態。まもなく新高岡、城原線は乗り換えです。電車とホームとの間が少々空いているところがあります。富山駅に到着しました。本日はあいにくの雨。駅を出ると富山市電のレトロ電車に遭遇。こちらに会いたかったんです。車内も見学することができました。そして実は今日の富山駅での目的はこれで終わり。次は愛の風富山鉄道に乗車します。駅構内の柱にはコアラ、風の盆やカニなど富山の特色が表現されています。11時50分発、金沢駅に乗車。目の前にはさっきまでいた新幹線のホーム。金沢行きということで、やってきたのは IR 石川鉄道の車両。補助シートに着席します。私はこの座席が結構好きです。そして今回の富山旅で使用しているのは富山周遊 2デーバス。こちらの区間内がなんと1520円で2日間乗り降りし放題になります。サイコロ切符と合わせて使うとかなりお得に旅を楽しむことができますよね。ご乗車ありがとうございます。次は小杉です。The next stop is まもなく小杉です。We will soon make a brief stop at ということで高岡駅に到着しました。前回初富山県は立山黒部アルペンルートと富山市内路面電車を堪能したので、今回はこちら高岡氷見エリアを堪能します。駅にはラッセル車がいました。雪の時期にも来てみたい。そしてホームの奥には路面電車が見えますね。皆さんここで目を閉じて、ここから見えるはずの立山連峰の綺麗な景色を想像してみてください。発売機の横には発車メロディーに使用されているおりんがあり、こういうのは気になってしまいますよね。ちょっと一人で恥ずかしいんですけど叩いてみます。めっちゃ恥ずかしかったですが、めっちゃ楽しかったです。それではエスカレーターを降りて向かうのは万葉線乗り場。万葉線高岡駅は JR 高岡駅に隣接する駅ビルプルン高岡の1階にあります。
乗り場近くにあるコインロッカーは高岡から射水にかけての名所や名物が描かれていました。なんか立体的だ。漆や銅が使用されているそうで、高岡の伝統工芸に触れられるんです。しかも見てください。万葉線走ってます。少し駅周辺を散歩していると、万葉集の代表的歌人大友のやかもちの銅像がありました。奈良時代に現在の富山県越中に副主として赴任していたのだそう。そして高岡市は藤子 F 不二雄先生の出身地。ドラえもんたちの像がずらりと並ぶドラえもんの散歩道もあります。のび太やジャイアン、しずかちゃんなどおなじみのキャラクターが勢ぞろい。大人も子供も楽しめますね。路面電車はだいたい15分間隔で運行しているのでとっても便利。いろいろなラッピング車両が走っているので見ているだけで面白いです。そして万葉線、ドラえもんといえばドラえもんトラム。今回の旅1日目の目的はこちらに乗車すること。先ほど私が演奏したおりんの音が使用された万葉線発着音が静かに響き渡り、その余韻とともに電車が姿を現します。ライトがなんだか猫の目にも見えますね。正面にはドラえもんが顔を出し、存在感抜群の車両。ドラえもんが近づいてきてくれているようで胸が高鳴ります。ドアはなんとどこでもドア。どこでもドアを通ると、そこはなんと空の上。天井にはタケコプターで飛んでいるしずかちゃんやスネ夫たち。私はタケコプターがないので、このドラえもんトラムに着席して快適な空の旅を楽しみます。雲がキャラクターの形になっていたり、車内には秘密道具が散りばめられています。暗記パン、誰もが一度は欲しいと思ったことがあるんじゃないでしょうか。窓の大きなキャラクターラッピングもとっても可愛いです。出発しました。万葉線は現金だけでなく IC カードの利用も可能です。私は本日乗車する列車はすべて富山周遊 2day パスで乗れるので、降車時に運転士さんに携帯の画面を見せます。大きなドラえもんに見守られていて、なんだか嬉しいですね。現在乗車中の路面電車万葉線は富山県高岡市と射水市を結びます。高岡市は富山県内第2の都市。次は高下橋です。The next stop is 高下町。The next stop is 急患医療センター前。今わかりましたか？進行方向右手に一瞬見えたのが高岡大仏。日本三大大仏の一つで、高岡の街を見守り続けるシンボルです。高岡保健センター、高岡cultural park。では1枚のカードで複数にしたい。Please press the button if you wish to leave the tram。万葉線の名前の由来は、万葉集に多くの歌を残し、その編者であるという説もある
大友のやかもちが高岡市に国主として5年間を過ごしていたことによるそうです。まずは終点の腰の方駅まで約35分間乗り通します。米島口駅は万葉線の本社がある場所。運転士さんもここで交代していました。車庫もあるためたくさんの車両を見られてとても面白いです。IC カードをご利用のお客様は降りの際分製箱の降車リーダーに音がするまで確実にタッチしてください。電車は静かに住宅街を進んでいきます。地域に密着した万葉線が日常の足として活躍している様子を感じることができます。新吉久駅の隣にある TEK リトルパークでは約60年間活躍したレ5022号が展示されています。富山地方鉄道や下越能鉄道で旅客車として運行された後、除雪専用車に改造されて使用されていたそうです。乗車していてかなり驚いたのが、なんと道路にあるこの青い部分、こちらが路面電車の乗降場所となっています。あまりにも難易度の高すぎる乗り場に開いた口が塞がりませんでした。これは初見では絶対にわからないですね。高岡市街地の路面区間を走っていた万葉線ですが、射水市へ向けて専用軌道を走る鉄道線へと変わりました。これは全国的にも珍しいんだそうです。一つの路線で異なる鉄道の顔を見ることができるのも万葉線の大きな魅力。鉄道線ではしっかりと駅舎があり、分かりやすく安心します。鉄道線に切り替わると車窓の風景も少し変わり、のどかな街並みと広がる自然が見えてきます。庄川が見えてきました。万葉線は路面電車でありながら水の上も走るという珍しい光景を見ることもできます。スリルのある車窓にドキドキしますね。万葉線ではネーミングライツも行われており、サニーライフグループ大町口や TEK リサイクルセンター高岡、新吉久など駅名がかなり長くなっています。終点が近づいてきました。左手には対岸の堀岡へと続く新港大橋が見えます。歴史と文化、そして風景を乗せて走り続ける万葉線。あっという間に終点の星の方駅に到着しました。ドラえもんトラムに乗って星の方駅万葉線の終着駅までやってきました。富山県営渡し船星の方発着場。星の方駅の目の前には富山県営都線があります。ここは昔大きな道路と鉄道が走っていたそうで、大きな港を作るためにその道路がなくなってしまい、
地域の方の足代わりとして運行が始まったそうです。渡船は地域の方の大事な足。無料で乗船できます。渡し船に乗れるなんてとっても貴重な体験。出発までは少し時間があるので、ここから歩いてすぐのところにある愛の風プロムナードに行きます。新港大橋の下層を渡る歩行者用の通路です。ビッグサイズエレベーターで上に登っています。ここが愛の風プロムナードで、本当はですね、この両端に見えている窓から今もう海の上にいるんです。橋を渡ってるのですっごい綺麗な景色を見られるはずなんですけど、今日はあいにくのお天気で真っ白ですね。急いで戻ってきて、いざ乗船。船からは新港大橋や工業地帯が見え、海風を感じながらプチクルーズを楽しみます。行きは私一人だけでした。盛岡発着場に近づくと、昔ながらの街並みになんだかタイムスリップしたかのような、とってもワクワクする光景が広がっていました。盛岡から折り返しの船では、おそらくこちらにお住まいのご家族が乗船されており、ここでの暮らしを身近に感じることができました。それでは万葉線に乗って駅周辺を観光します。車両によって雰囲気がガラッと変わります。先ほどのドラえもんトラムとは違って、こちらは両側の座席が2名用となっていました。新港でございます。いいところですよ。行ってください。試して合点の司会でも有名な万葉線沿線出身の落語家、立川志の輔さんが車内放送を担当されていました。ユーモアと温かみのある放送が一気に特別感が増して、旅のワクワク感がさらにアップしました。非常に美しい神楽橋がここからは近いのでございます。それから何と言いましょう。はい、ということで今新町口で降りて歩いてるんですが、私が降りた瞬間雨がめっちゃ激しくなりました。でここはですね、こちらは富山県射水市の内川エリア。日本のベニスと称される美しい港町です。全長約 3.4km の運河で、両岸には漁船が連なり、川と地域が密着するノスタルジックな風景が広がります。そしてこちらは海から海へと続くとても珍しい川です。映画やドラマのロケ地としても注目されているこの場所。港町の暮らしの息遣いを感じることができるその風景は、どこか懐かしく心癒されるひとときを過ごせます。ここで遅めのお昼ご飯、川の駅新港へやってきました。内川を眺めながらのお昼ご飯。注文したのはかけ中、そして昆布おにぎりです。かけ中って皆さん聞いたことありますか？新港のソウルフードで、ここに来たからには食べてみたかったんです。かけ中はうどんの出汁に中華麺が入っている
かけうどんならぬかけ中華うどんを略してかけ中というみたいです。この組み合わせで食べることって今まで想像したことがなかったので、斬新さに惹かれつつ、食べてみると優しい味わいが長く愛される地元の味という感じがして、なんだかほっこりした気持ちにもなりました。そして昆布おにぎりも富山のソウルフード。とろろ昆布を海苔の代わりに巻いた斬新なおにぎり。中には梅干しも入っていました。10分ほど歩いて次の目的地へ移動します。こちらはスペインの建築家がデザインした吾妻橋。こちらは現在、中新港駅から徒歩10分ぐらい歩いたところなんですけど、ご覧の通り小雨とかなりの暴風にやられております。ここに来たのはちょっと路面電車恒例みたいになってるんですけど、橋の上を渡る路面電車を撮りたくてここに来ました。おそらく晴れていたら、この真っ白な背景には立山連峰が映っているはず。この日は強風で手を固定するのにも一苦労でした。こんなあいにくの天気でも素敵な場所だなぁと思っただけに、リベンジ欲が高まります。寒さにも耐えられなくなってきたので、切り上げて高岡駅に戻ります。万葉線には金曜シンデレラ便というものがあるみたいです。普段よりも終電が遅くなるというのは、ご飯やお酒を楽しみたい方々にとってとっても嬉しいサービスですね。最後に撮影した車両が折り返しでやってきました。黄色でかなり目立ちます。車内も真っ黄色。ちょっと気分が上がりますね。乗車してみると落ち着く色合いに感じられて、快適な乗車時間になりました。朝からの移動でだいぶ疲れてきたのと、この車内の色でかなりうとうとしてきました。朝は見逃してしまったのですが、高岡駅にはドラえもんポストがあります。ウインクしてお手紙を待っている姿がとっても可愛い。次に乗り込むのは氷見線。サイコロ切符2日目の旅のために、本日は氷見駅周辺で宿泊します。旅を続けていく中で、なんだかこの車内にもホーム感が出てきました。氷見線は絶景路線でもありますよね。今日はもう暗くなってしまって車窓を見ることはできませんが、明日の乗車がとっても楽しみです。氷見駅に到着しました。寒い。氷見駅に到着。びっくりするほど土砂降りです。でもあとはホテルに向かうのみ。バス停に向かいます。覚悟を決めて横断歩道を渡ったのにバス停も見当たらず、
タクシーもいないので泣く泣く歩くことに。結構絶望しながら歩いていると、何やら喋る象に遭遇。ここは漫画ロード。藤子 A 先生の作品、忍者ハットリくんやパラソルヘンベイ、ウルトラ B など数々のキャラクターに出会うことができる商店街です。そしてこの喋る象は藤子 A 先生が富山湾にいる魚をモチーフに考案した君の魚新四録の象。今までの出来事もラッキーと思える街の仕掛けに嬉しくなりました。あれ、焦げた。そういうこと。大雨でキャリーを引きながら30分間歩いて、必死の思いでお寿司屋さんに到着。駅でおとなしくタクシーに乗ればよかったのですが、乗っていたら愉快な仲間たちに出会えていなかったわけです。美味しいお寿司を堪能してようやくホテルへ。温泉に入ってすっきりさっぱりしました。明日もすごく楽しみにしていた日なので、朝もかなり早いので、今日はこのまま寝て明日朝早起きに備えたいと思います。ということでおやすみなさーい。ということで今回はここまで。次回はサイコロキック2日目、あの列車に乗車します。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。